今日は前回のスタンダードモデルに引き続きヤマハの MT-09SP に試乗しています。スタンダードモデルと SP の大きな違いは前後サスペンション、そして細部のカラーリング、さらにはクルーズコントロールの有無など若干の装備の違い、そういったものになっているわけですが、このような峠道の走行においては前後サスペンションが主な違いだと思われますので、今日はその部分にフォーカスしながらスタンダードモデルと SP の乗り味の違いについてレビューをお送りしたいと思います。で、今言ったその前後のサスペンションに関してはちょっとしたエピソードがあって、実は先日まで試乗していたスタンダードモデルをヤマハさんに返却して、その足でこの SP に乗り換えて自宅まで帰ってきたわけですが、ヤマハさんの広報車というのは地下の駐車場に保管されていて、ツルツルの真っ平らの地下駐車場の床面を走った時ですら、違うなと感じてしまいました。それぐらいスタンダードモデルとこの SP の、主に前後足回りの違いというのは明確なものではあるんですが、じゃあこの SP がめちゃくちゃ良くてスタンダードモデルはそれよりぐっと落ちるのかというと、そうではなくて、スタンダードモデルはスタンダードモデルでかなりしなやかによく動く足回り、そしてこのように峠道を走っても扱いやすいということをコメントしたと思いますが、あくまでもですね、そういった車体の基本的な乗り味は変わらずに、この SP はさらに少しずつと言っていいのかどうか分かりませんけれども、前後サスペンションの違いによって走りはよりしなやかになっているというのが、大きな違いではないかと思います。またこのようなコーナリング中ですね、これに関しては若干違いがあるかなと思いますが、やはりこの SP の方が路面をしっかりというかしっとりと捉えてくれているような感じが、一段というか、若干ですね、上かなという感じがします。置き取りの部分でじっくりお見せしているとは思いますが、フロントフォークに関しては KYB 製のかなり高品位な倒立フロントフォークを採用しています。ちょうどフロントフォークのトップの部分、この部分にも調整ダイヤルがあり、ボトムケースのところにも調整ダイヤルがあり、フロントフォークに関してはフルアジャスタブルとなっています。またリアに関してはこれまたオーリングの高品位なショックアブソーバーが採用されていて、フリーロードも工具なしで調節できますし、そして厚側伸び側の両方のダンパーもダイヤルで簡単に変更できるということで、サスペンションのセッティングを変えて走るなど、そういったですね、ちょっとマニアックな走行を楽しみたい向きにはやはりこの SP の方が向いているのかなという気がします。ただ先ほどもコメントした通り、じゃあスタンダードモデルのサスペンションともう決定的にもう明確にかなりの大きな開きを持って違いがあるかというと、私にはそう感じられないんですよね。スタンダードモデルのサスペンションもかなりしなやかによく動いてくれる前後のサスペンションが装備されていましたし、スタンダードモデルはスタンダードモデルでロードホールディングも優秀で、実際はですね、私はスタンダードモデルに乗った時に前後の足回りに関しては大きな不満を感じなかったというか、まるで不満を感じなかったぐらいの仕上がりにはあって、で私のようなツーリングライダーにとってやはりこの前後サスペンションの大きな違いというのはやはり乗り心地ではないかと思っています。というのもですね、私程度の腕前だとスタンダードモデルの、サスペンションもそれこそそのサスペンション足回りの限界近くまで使い切るわけではありませんし、また使い切ることもできないわけで、そういう意味ではですね、乗り心地がやはりこの SP モデルを選ぶ最大のメリットとなるのではないかなとイメージしています。はい、じゃあ U ターンします。はい。U ターンのしやすさはね、あまり変わらないですよね。こちらも KYB 製の倒立フロントフォークということで、アウターチューブが太いのでね、ハンドル切れ角はやっぱり若干少ないかなと。ですので、
U ターンなどの小技を決めるときは少し注意が必要かなとは思います。ただ落ち着いてやれば低回転機からトルクは十分に発生してくれるエンジンなので、比較的こういったモデルとしては小技も決めやすいと私は感じました。このような回り込んだコーナーを走行している時もそうですね、これぐらいの速度域だと、やはりスタンダードモデルとの圧倒的な差というのはあまり感じられないんですが、違いが出てくるとすると、先ほど言った乗り心地の良さ、この先少し路面が荒れてくるんで、そういったところで違いが出てくるのではないかと思います。この峠道の路面はこのちょっと上り側の方が荒れているんですよね。これぐらいのね、緩やかな起伏、ギャップがあるところでは大きな違いはないんですが、もう少し行くと大きなギャップが登場するんじゃないかと思います。今も路面のつなぎ目で少し大きめのギャップとなっていましたが、やはりああいったところを踏み越えるときですね、大きな違いというのは。スタンダードモデルも全く不満はないレベルにありましたが、やはりこの SP に関しては前後サスペンションの、特にダンパーで言えば伸び側じゃないかと思いますが、ギャップを拾った時というのはおおむねタイヤが地面から離れがちになる、もしくはですね車体が上に突き上げられた状態になるわけですが、そういったギャップからちょうど抜け出す瞬間ですかね、足がスッスッと伸びてくれるんで、タイヤが地面から離れていないというか、車体が突き上げられてもサスペンションが伸びた状態からスッと降りてくれるんで、その辺りでショックの吸収性がいいというか、嫌な振動を伝えてこないんですよね。ギャップというか路面がひび割れているとか、このようにねつるっとした路面であるとか、そういったインフォメーションの伝え方、しなやかなんですけれども、この SP の方が情報量が多めかなと、路面状況を多めに伝えてきてくれるかなというところもあって、こういったねペイントを踏み越えている時も、やはりね、しなやかながらもペイントを踏み越えているなってことが分かるんですよね。ここもそうですね。そうですね。一つ一つのペイントを乗り越えていく、そしてスッスッと降りてくれるんで、嫌なゴツゴツ感というかガタゴトしたような感触もない、これがねこの前後サスペンション、高品位なサスペンションの違いではないかと思います。また前後サスペンションが変わっているということで、関連してこれは変わってくるのかなとは思いますが、ブレーキのフィーリングも確認してみたいと思います。ここから先ね、多少きついコーナーが続くんで、まずはフロントブレーキから。そうですね。これもね、微妙な違いですね。もう一回、ちょっとフロントブレーキをハードにかけたときに、そうですね。フロントブレーキをかけると、フロントフォークのストロークが、当然、ブレーキによって食われるわけですけれども、その沈み込んだ状態での動きがこのモデルの方がしなやかかなという気がします。もう一回やってみますが、そうですね。やはりストロークがある程度食われている、フロントフォークがある程度縮んだ状態でもブレーキをかけていないような状態とあまり差がなく、ものすごくしなやかに動いてくれる、そんな感じですね。ただスタンダードモデルもかなりそういった面では優秀なフロントフォークだったので、ここもね、やっぱり決定的な違いとまでは言えないかなという気がしますね。あまりやらないですけども、フロントブレーキを舐めながら入っていくときも、フロントフォークがよく動いてくれるんで、
フロントブレーキを残した状態でも少し倒しやすくもあるかなという気がします。これはちょっと私の、踏み加減の違いもあるのかな。でもあれ、ちょっとこれもね、なくはないですけども、リアブレーキ、リアのペダルを踏んでいる時も、ロックするまでのその時間が長く取れるというか、それぐらいの差はあるのかなという気がしますね。先ほどね、ちょっとダンパーの話でこうじゃないかなということを話しましたが、そのあたりでね、ロードホールディングが良くなっているせいか、それがこのリアブレーキを引きずっているとき、強く踏んだときの違いとなって現れているのかなという感じもしますね。なかなか難しいですね。この微妙な違いはね、確かにあって、それはもう明確に多分乗ればわかると思うんですが、ただその差は非常に微妙で、その部分に、買う場合はコストを投下できるかどうか、足回りに関しては、それはね、ちょっとライダー次第かなという気がします。裏を返せばスタンダードモデルもそれだけ優秀だったということなんですよね。その他エンジンや、車体のね、感触などは、サスペンションのね、関連する部分は除いて大きく変わるはずもなく、そういった意味では、この峠道を走ってみる限り、どちら、スタンダードモデルを買っても SP を買っても大きく失敗することはまずないのではないかと思います。それではヤマハの MT-09SP、スタンダードモデルとは前後のサスペンションが違うわけですが、その違いが高速道路でも感じ取れるのか確認してみたいと思います。高速道路上、今も通過しますが、このように路面のつなぎ目が多数あるわけですが、ああいった部分を乗り越えるときも、やはりこの SP の方がしなやかにギャップをいなしてくれる、収束させてくれているという印象があります。はい、今もスロットルを緩めずに車線変更したんですが、わずかながら身のこなしが軽いような、動かしやすいような、そんな気がします。はい、今もちょっと大きめのギャップを乗り越えたんですが、ああいったところでギャップがあるよということは伝えつつも、ストンというか、スッと収束させるようなしなやかさがあって、とても乗り心地は優秀です。いつもと違って、今日は峠道の走行の帰り道にこのシーンを撮影しているわけですが、実はですね、スタンダードモデルの帰り道、もうちょうどこのエリアに到達するぐらいには、少しではありますけれども、そのシートの着座面の痛みを感じるようになっていたんですよね。ところがこの SP では、ここまで走ってきても、そういうことは全くなく、で、峠道のところでコメントし忘れましたが、この SP とスタンダードモデル、もう一つ違いがあって、シートの表皮が違うんですよね。この SP ではバックスキン調のシートの表皮を採用しています。その関係もあって、実は峠道を走っている時もちょっと感じてはいたんですが、こちらの SP のシートの方がグリップがいいんですよね。特に大きめのギャップを拾った時というのは、この SP においても若干ライダーのその着座面が跳ね上げられるというか、ライダーの体が持ち上げられるようなこともあって、スタンダードモデルのシートだと、そのたんびにちょっとずつ着座面が前の方にずれてきてしまう。この SP は先ほども言ったそのバックスキン調、そういったシートの表記を採用しているので、前に降りてきにくい、そういったところがこのシートの疲れにくさにつながっているのではないかと思います。今日もですね、撮影機材のチェックも兼ねて、あの峠道を何往復もして、あとこの往復の高速道路、一般道、大体200キロ前後を走っていると思うんですが、やはりですね、200キロも走ると若干ライダーも疲れてくる。そんな時に便利なのがこのクルーズコントロールということで、ちょっと使ってみたいと思います。この左手のスイッチボックス、この上下のスイッチのちょうど真ん中、これを押すと、今ね、ここで
クルーズコントロールがオンになりました。それでは速度をセットしてみたいと思います。はい、今下側のスイッチを押して速度をセットしたんですが、やはり楽ですよね。この MT-09 というのは MT-07 と比べると、やはりどちらかというと生粋のスポーツバイク、3気筒でパワフル、トルクフルでもありますし、横幅の狭いエンジンの特性を生かして峠道などもスポーティーに走れる。人によってはおそらくこのモデルでサーキット走行を楽しむなどという方も多いと思いますが、そういったライダーにとってこういった行き帰りの高速道路というのは非常に退屈で、なおかつですね、自宅までそれなりの距離もあって移動の手段として割り切って走る、そういったエリアだと思いますが、そんな時にですね、ひとしきり走ってライダーも疲れていると、やはり少しでも楽をしたいと、それはもう誰しも思うことだとは思うんですが、そんな時にですね、やはりこのクルーズコントロールがついていると、とても便利だなと思います。昨今ではですね、スーパースポーツでもクルーズコントロールを搭載したモデルが登場してきていて、最初私もスポーツモデルにクルーズコントロールはどうなんだと思っていましたが、今となっては、この MT-09 をはじめとしてかなりスポーティーなモデルであってもというか、むしろスポーティーなモデルであればあるほどこのクルーズコントロールはついていた方が良いのではないかと思うようになってきました。またこういったスポーティーなモデルはやはりこのようなスロットルの開け閉めに対してエンジンがシャープに反応するモデルが多いので、やはりこのように高速道路を巡行しているだけでも疲れやすい、そういったですね、スポーティーなモデルの弱点というかね、ちょっとしたネガな部分を補うという意味でも、このクルーズコントロールはとても有効な装備だと思います。また長距離を走る機会が少ないライダーにとってはちょっとピンとこないのかもしれませんが、このようにですね、一定回路でスロットルを維持しているというのは握力も使えますし、あと肘から肩にかけて、ほんのちょっとの力ではありますが、ずっとその状態を維持しなきゃいけないということで、結構疲れるものなんですよね。おそらく今後ですね、ある程度のグレードのバイクにおいては、こういったクルーズコントロールというのは徐々に標準装備となっていくのではないかと考えています。ということで、もうそろそろ高速道路を降りるんですが、そうですね、ここまで走ってきて、この SP に対するイメージが変わってきました。行きの高速道路を消化して、そして峠道を走っている段階では、それほど決定的な違いではないと。SP、スタンダード、どちらを買っても大きく失敗することはないでしょうとコメントして、それについては今も、その考えに変化はないわけですが、ただですね、そのスポーティーに走らせるだけではなく、ロングツーリングをする方にとっても、もしかしたらこの SP の方がいいかもしれません。価格面では、スタンダードモデルは税別でちょうど100万円、そしてこの SP は115万円ということで、その15万円の価格差には、その前後のサスペンションの違い、そして各部のカラーリングですね、仕上げ、高級感のある仕上げが採用されていて、あとシート表記も違いますし、このクルーズコントロールもついている、そういったパッケージ全部含めると、15万円分でこの差が手に入る、この違いが手に入ると考えれば、むしろコストパフォーマンスにおいても、この SP の方がかなり上なのではないかと、感じられるようになってきました。それが正解とは言いませんが、この15万円の価格差をなんとか飲み込めるという方は、この SP を買った方が、もしかしたら幸せになれるかもしれません。はい、ということで、今回は前回のスタンダードモデルに引き続き、ヤマハの MT-09SP に試乗しました。それでは。